秘蔵チャンネル。どうもお疲れ様です。伊蔵です。まずは新年おめでとうございます。今年もうまい酒を飲みながらのんびりまったりやっていこうと思うので、どうぞよろしくお願いします。2024年、一発目の動画なんですけれども、パンチェッタとグアンチャーレです。2つとも、先月12月に仕込みを開始して、アフレコをしている今日1月5日までの、経過をまとめた動画になります。どちらも家庭向けにアレンジされたよくある、レシピなので、特に目新しい点はないんですけれども、お時間の許す限りお付き合いいただけたらなと思います。それではまず、パンチェッタから仕込んだんですけれども、使った肉はこちら、フランス産の豚バラブロック 1054g、これを使って仕込みを開始したのが12月の7日でした。それではどうぞよろしくお願いします。秘蔵チャンネル。はい、まずは、改めて保存技術っていうのをちょっと見ていこうと思うんですけれども、上から乾燥、塩蔵、凍蔵、燻煙、高温処理、低温処理と、6つほどあるんですけれども、パンチェッタとグアンチャーレの場合は上2つ、まずは塩蔵させて、それから乾燥熟成させていくっていう、そんな流れになります。それでは、まず、こうしたキッチン専用のアルコール除菌スプレーなどを使って、まな板とか、トレーとか網とか、あと、吊る下げる時のフックなんかも、全て、しっかりと消毒しておきます。そして、肉の方は、こうした、ペーパータオルなどで、表面に出ているドリップとか水分なんかを、全てしっかりと、取っておきます。で、塩をすり込んでいくんですけれども、今回使うのはピンクソルトです。肉の重量の 3% を、全体にまぶしていきます。で、この時自分の場合は、肉にフォークとかで穴は開けていません。塩に関しては、いろんな意見があると思うんですけれども、岩塩がいいとか肝塩がいいとかで、この岩塩に関しては硝酸塩が含まれていて、それがボツリヌス菌の繁殖を抑制してきたとか、あと肉の発色も良くなるっていうことで古くから使われていたみたいなんですけれども、この辺は自分好みの塩でいいのかなと。あと砂糖とかブラックペッパーとかハーブなんかも、自分は使ってないんですけれども、この辺はお好みでいいかなと思います。で、ラップなどは何もしないでこのままの状態で冷蔵庫に入れて、一晩寝かせます。はい、24時間経ちました。日付は12月の8日。トレーには、水分が落ちているので、新しい清潔なトレーに交換をして、またラップなどは何もしないでこのままの状態で冷蔵庫に入れて、天地返ししたり左右を交換したりしながら、1週間塩漬けにしていきます。はい、1週間経ちました。日付は12月の15日。どうでしょう、かなり引き締まってきました。赤身の方もこんな、飴色みたいになっているんですけれども、まずは表面についている塩を洗い流していきます。この時に使うのは酢水です。割合は水3に対してお酢が1ぐらい。食中毒菌っていうのは0.1% 濃度の酢酸で生菌されるっていう、ことがあって、イタリアでも、ワインやビールに次いで、酢水が、使われているそうです。それでは1週間塩漬け後の重量を測ってみたいと思います。12月7日 1054g だったのが12月15日 858g、 約 81.4% になりました。そしてこちらはミートインジェクター、これを使ってフックを通す穴を開けます。はい、そしてここに、フックを通すんですけれども、もちろん両方とも、消毒済みです。そしてこれを、室内に吊り下げました。いろいろな意見があるようなんですけれども、温度は、8度から15度、湿度は65から 85% あたりがいいのではと、言われているようです。で、この時の室温が約11度、湿度が 78%、そして左手には窓があって風通しもいいので、しばらくここで、乾燥と熟成を進めていこうと思います。そして万が一環境が悪くなったら、冷蔵庫に移したいと思います。秘蔵チャンネル。
はい、それでは、いよいよグアンチャーレを仕込んでいきます。日付は12月の17日でした。グアンチャーレは、首肉といって頬から、喉にかけてあたりの、部位にあたるそうです。自分は毎回、精肉店にお願いして、購入しています。で、やはり毎回、大きさであったり、油のつき方や量なんかも全然違うんですけれども、今回のはちょっと小さくて油も少ないかなっていう感じなんですけれども、この2つを使って仕込んでいきたいと思います。それではまず最初に重量を測ってみます。こちらが約 510g、 そしてこちらが約 492g でした。それでは塩をすり込んでいきたいと思います。今回使う塩はこちら、バートイシュルの岩塩というもので、成城石井とかいろんなところで売ってるんですけれども、とっても美味しい岩塩です。でこれを、パンチェッタの時同様、肉の重量の 3% をすり込んでいきます。3% だと、塩抜きの必要もなくて、カットしたらそのままソテーして食べられるっていう、そんな感じの、塩の分量になります。そして塩以外の砂糖やブラックペッパー、ハーブなんかに関しては、自分も以前はそういったものをいろいろ使って、作っていた時があったんですけれども、なんとか作ってるうちにだんだん調味料が減って、現在の塩のみっていう、こういうスタイルに落ち着きました。で、こんな風に塩を全体にすり込んだら、またラップなどはせずにこのままの状態で冷蔵庫に入れて、5日間塩漬けにしていきます。はい、ということで、5日経ちまして日付は12月の22日になりました。どうでしょうか。だいぶ、色合いの方も深みを、増して、またギュッと、全体的に引き締まった感じが、します。それではまず塩を洗い流していきたいと思います。前回同様、酢水を使っていきます。イタリアの方の動画もよく見るんですけれども、なんか皆さんワインをジャブジャブ使って洗ったり、あと中には自分が大好きなモレッティのビールを使ってる人とかもいて、もったいないなとか思いながらいつも見てるんですけれども、その点、このお酢は1本100円ぐらいなんですけれども、本当に、コスパいいなと思ってます。そしてこちらは、今やパンチェッタ作りでおなじみの、脱水シートなんですけれども、自分もこれを使って何度か作ったことがあるんですけど、とっても、便利なものかなとは思います。ただやっぱり高いのがちょっと難点ですよね。そして、グアンチャーレもパンチェッタ同様に、吊るしました。この時の室温が、約12度、湿度が 72% ということで、しばらくはパンチェッタと一緒にここで、乾燥と熟成を進めていこうと思います。秘蔵チャンネル。はい、ということで、ついに年が明けまして2024年1月1日元旦になりました。グアンチャーレ、表面の方は特に問題はないようです。匂いも特に異常はありませんでした。こちらも、問題なさそうです。そして奥の、パンチェッタ、こちらは、3週間を過ぎてきたんですけれども、かなり、熟成が進んでそうです。それでは、せっかく元旦なのでちょっと記念に、奥のパンチェッタを、少し、カットしてみたいと思います。まずは重量なんですけれども、12月7日 1054g だったのが1月1日には 755g、約 71.6% に落ちていました。自由水をどれぐらい減らせるかっていうところが一つのポイントだったんですけれども、約 28% ほど、落ちているということで、とても順調だったんではないかなと思います。そしてその断面はどうでしょう。はい、3週間と3日ほど、経過したんですけれども、もう完成にしてもいいかなっていうぐらい、いい感じに熟成が進んでいます。秘蔵チャンネル。はい、そして、ついにアフレコをしている本日1月の5日になりました。手前のパンチェッタは元旦に少しカットしたんですけれども、その切り口には自家製のラードを薄く塗ってあります。わずか4日なんですけれども、なんかパンチェッタはさらに熟成が進んだようなそんな、感じがします。
奥2つのグアンチャーレは見た目的にはそんなに変化はないようです。ところでですね、今日すごいニュースがあったんですけれども、大間のマグロが史上最高値をつけたっていう1億1424万円って、いやすごいですよね。もうこんなマグロ一度でいいから食べてみたいんですけども、多分その夢は叶いそうもないので、それに負けず劣らず美味しいと思われるこのパンチェッタをですね、今日は、味見をしてみたいと思います。っていうのも元旦にカットしたやつは、姉貴と妹が2人で食べて自分食べてないんですよね。なので今日はちょっと独り占めしようと思ってるんですけれども、どうでしょう、この断面。やはりですね、予想通り、わずか4日ではあるんですけれども、元旦よりもより熟成が進んで、この深い飴色というかルビー色になっているのが、わかります。それではですね、ちょっと短冊切りにでもして、ソテーして食べてみたいと思います。いやもうまず音がいいですよね。この焼いてる時の音、そしてこの香ばしい香り、もうこの音と香りだけで酒何杯も飲みそうな感じなんですけれども、それでは早速いただきます。ってことで、もう口に入れた瞬間に旨味爆発っていう感じで、もうほんと美味しいですね。今回丸4週間、かけたわけなんですけども、もう最高の仕上がりです。めちゃくちゃ美味しかったです。それでは最後に保存方法なんですけれども、自分は真空パックにしています。使う分だけカットして残りを真空にしたり、グアンチャーレのように、2つある場合はもう、最初から1つは真空にしちゃうと、そうすれば安心して長期保存が可能かなと思ってます。ただ衛生面は、しっかりしたいところなので、手袋をしたり、あとこうした機械もまめに、掃除しておくのも大事かなと思います。試しにパンチェッタを真空パックにしてみました。どうでしょうか。はい、もうピッチピチですね。全く隙がない。これで安心して保存しておくこともできるかなと思います。そんなわけで今回はパンチェッタとグアンチャーレでした。最後まで見てくださった皆さん本当にありがとうございました。また、グアンチャーレのその後を動画にできたらなと思っているので、その時よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。